端から18センチのところに引いた線の上に先ほど作ったパイピングをつけていきます。これは先をちょっと曲げてつけるので、曲げやすいように端から 1.5 センチぐらい綿を抜いてあります。で、基本的にはこのつけた線の上にこのパイピングで縫ったこの縫い目が重なるようにして、でこの上にステッチをかけていくので、こう置いてだいたい上から3センチぐらい開けて、ここ縫い目をほぼ重ねて待ち針を打って、で一番端に綿を抜いたところこうキュッと斜めに向けてやって、ここも待ち針で押さえておきます。でステッチをかけるのはこの線、ステッチのパイピングのステッチの上からずっとまっすぐ斜めになっているところも斜めに区切るようにこうステッチをかけていきます。パイピングの待ち針をこれが縫い始めでずっと打っていって、一番端はギリギリまで縫わないで、一番端から5センチぐらいは開けて、このまま縫わないで開けておいてください。押さえをファスナー押さえに変えます。縫い終わりました。縫い始めはこんな感じで斜めになってて、ステッチはここにかかっています。これはこの線の上をずっと通っています。でこれはここの飛び出たところだけ切り落としておいてください。でずっとこれを縫っていって、一番最後はここから5センチぐらい縫い終わりは縫い残してあります。パイピング布が左右両方ともついたら、今度はもともとあったスカートの裾の三つ折りの部分にファスナーをつけていきます。ファスナー止まりの印がつけてあると思いますので、それにファスナーの長さを合わせて、このまま三つ折りのままファスナーの際に乗せてステッチで留めていってください。縫うのはまずファスナー止まりの印からファスナー止まりの印までです。
反対も同じようにつけますが、筒になってしまうので、ファスナーを開いて縫うと縫いやすいと思います。ファスナーが両方ともついたら、縫い止まりから先のところは縫い残してあるので、自然な感じでこう閉じて、あとはここを手縫いでかがっておきます。ファスナーの先を手で縫いかがったら、今度は縫い残しておいたパイピングをつけてしまいます。またここが5センチぐらい縫い残してあって、ここが3センチぐらい最初縫い残してあるので、この一番最後の部分もやっぱり最初と同じように端から 1.5 センチぐらい綿を抜きます。そして軽くなったところで線の上に留めて、ここも最初と同じように斜めになるように斜めになるようにして、ここを止めてやります。そしてステッチをかけるときはまた最初と同じようにここからずっと縫ってきて、ここを斜めにこのままこっちのステッチにつながるようにまっすぐミシンをかけてやります。ミシンをかけ終わりました。ここがこういう感じになります。で、またここははみ出てる三角形のところを切り落としてやります。これで OK です。パイピングがついたら、今度1回輪になっている部分を中に折り込んで、そしてこれパイピングですね。ここの際、表から見たらこのパイピングと本体布のちょうどこのちょっとしたあたりを、もしくはこの縫い目の間が縫えるんだったらそれでもいいですので、ここにずっと一周ぐるっとステッチをかけてやります。はい、一周ステッチをかけ終わりました。今度もう一度内側から見て、こっち表からですね。で、裏から今度表に1回方向に内側の布を折り返して、ここはちょうど中のバイアスのこのパイピングの残りの切れを包み込むように折り返して、もう一度この際のところをステッチをか
かけていきます。ぐるーっと縫うとちょうどこうなって、ここがパイピングの切れがきれいに隠れるような形になって、この切れがここにきれいにくっつくようになります。はい、ステッチがかけ終わりましたので、太いパイピングがつきました。パイピングがついたら、今度はこの一番端の口にぐるっと並縫いをしてやります。そしてキュッと絞ります。しっかり絞ったら、最後は針と糸で縫い固めておきます。だいたい縫い固めたら、表から見たらこんな感じになっています。ボルスターの側面につけるくるみボタンを作りたいと思います。これ100均で買ってきたくるみボタンのキットで、これを使って作ります。使いたい切れはこれで、ボタンの表面にアクセントでレースをつけたいなと思います。作ります。このボタンにここにこう入れてくるみボタンをこう作るんですけど、今回レースをアクセントにボタンの中央につけたいので、まずこれを先につけて、ここに縫い付けていきます。レースがついたので、これをボタンにしていきたいと思います。真ん中と真ん中をだいたい合わせて、
さっき作ったくるみボタンをボルスターの真ん中の中央に飾りで縫い付けていきます。